わかりますわ。長かったですわね。ずんだもん。今のところ楽しくやれているし、めっちゃくちゃやり込むのだ。そうですわね。スト6は現状ちらほらネットワーク周りで不具合が出てますが、プレイできてはいますわね。もしくはこの不具合は Steam 版だけかもしれないですわ。やっぱりクロスプレイは難しい技術っぽいのだ。改善を期待しつつやり込んでいきましょうね。そうなのだ。ところで今回の動画は何なのだ。今回は初心者向けのルークコンボ動画ですわ。ルークを始めたいけどどんなコンボから練習すればいいのか。中級者プラチナルークからのおすすめコンボですわ。ドライブラッシュを絡めたコンボは使わないので、とりあえず的なコンボを求めている方向けに作りましたわ。シャオラ、早速見ていくだ。まず最初はコアシ、コパン、弱フラッシュナックルね。ド基礎中のド基礎なのだ。今更動画で紹介する必要あるのだ。今更な人も多いでしょうけども、コパンから EX フラッシュナックルにつなげたり、フラッシュナックルから SA3 を打ったり、ドライブラッシュを使った置き詰めで重ねに行ったり、ここからのルートは多いですのよ。さらに、コパンからドライブラッシュで急攻撃にもつなげられる、基礎中の基礎に恥じない出し始めになるのですわ。絶対にミスをしないという精度まで骨身に刻ませるのですわ。王なのだ。大事な基礎なのは分かったのだ。そういえば剣は小技からは昇竜だと思うのだけども、ルークは昇竜ではダメなのか。純粋にダメージアップになるので昇竜をいけるなら昇竜が良いのですが、そう、離れすぎると届かないのですわ。小技2回からでも届かない状況もあったりしますし、私はフラッシュナックルを基本にするのをおすすめしますわ。次はしゃがみ中パン、立ち弱系、弱フラッシュナックルですわ。立ち弱系の間合いが広いので密着でなくても狙えますわ。どんな場面で使うのだ。置き詰めの重ねが主ですが、しゃがみ中パンがガードをさせて有利フレームが取れる攻撃なので、ダッシュからの奇襲で出したりもしますわ。立ち弱系からはドライブラッシュも狙え、しゃがみ中パンも立ち弱系もドライブインパクトへのキャンセルができますので、相手のドライブインパクトへの対処も可能ですわ。リーチが悪くない上にキャンセルもかかるのは便利なのだ。しゃがみ中パンで暴れたりする時もあるはずなので、とっさに出せるように脊髄に刻ませておきましょう。次は立ち強パン、強フラッシュナックルですわ。これはコンボというより連携なのでは。そうですわね。強フラッシュナックルはスト5ではガードされてもマイナス2フレームでしたが、今作ではマイナス4フレーム。ガードされたら反撃確定ですわ。ですが、強フラッシュナックルは貯めることができます。貯めた後はガードされてもこちらが有利です。相手のガードが固まったら狙っていきたいですわね。ただし、ドライブインパクトや EX 昇竜などの無敵技で割り込まれてしまうので、このゲームへの理解が進めば進むほど打ちづらくなっていく連携ですわ。使わなくなるのに覚える必要があるのだ。実はこの連携の真骨頂はバーンアウトの時なのですわ。なんとバーンアウト時はプラスマイナス0。ため強フラッシュナックルに至ってはプラス8フレーム有利。バーンアウト時はフレームが4フレーム変わるから、すごいことになっているのだ。フラッシュナックルの機微は覚えておいて損はないですわ。次はルークのコンボの真髄、ため弱フラッシュナックルコンボですわ。スト5は V スキルを使って技を強化しましたが、スト6ではジャスト判定によって強化しますわ。ジャストとそうじゃないのはどう違うのだ。ダメージとヒット時の浮きの高さが違いますわね。浮きが高くなるのでコンボダメージが伸ばせますわ。成功と失敗の判定の違いは何なのだ。演出上では光の強さが違うのですが、一瞬で分かりにくいのでボイスで判断した方がいいですわね。ジャスト成功時はルークがブラストと叫び、そうでない場合はデイといった声になりますわ。ジャストに失敗すると反撃をもらうのだ。いえ、貯めすぎなければコンボ自体にはいけますわ。ジャストミスったなと思った時はコンボレシピが変わります。判断の違いが大変そうなのだ。最初は難しいと思いますが、慣れもあるので慣れないうちは焦らずにやるといいですわ。それに両対応のレシピもあるので最初はそれからがいいですわね。画面端でしゃがみ強 P の後は弱フラッシュダメジャスト、中3度ブラスト、強ライジングアッパーですわ。最後の強ライジングアッパーを中ライジングアッパーに変えればジャストでもジャストでなくてもいけますわ。タイミングを覚えるまでが大変ですが、安定はするレベルのはずなので、最初はできなくてもそのうちできると気楽にやることをおすすめしますわ。次は画面中央の中フラッシュナックルのジャストコンボです。
こちらはしゃがみ強 P の後に中フラッシュナックルをジャストで決めて、弱フラッシュナックルジャスト、強フラッシュナックルですわ。フラッシュナックル全部使ってるのだ。派手で良いですわよね。最初の中フラッシュナックルのジャストをミスした場合は、次の弱フラッシュナックルが入らないので注意してくださいね。また、2回目のフラッシュナックルジャストをミスした場合は、旧フラッシュは入らないので中フラッシュにしましょう。一連の流れを脊髄に刻み込んだ後は、ジャストのミスかどうかでボタンを変えるだけという意識で練習するのをおすすめですわ。ためのタイミングを覚えたり、結構面倒なキャラだったのだ。スト5でヘイトを集めてしまったキャラクターですが、意外にシビアなところがあり、難しい方のキャラだとは思いますわ。また、このフラッシュナックルのためは妥協できないため、このコンボの流れが気に入らない場合はルークはおすすめしないですわ。コンボのリズムってすごい大事で、キャラクターのコンボのリズムが気に食わないから使わないってのは、格闘ゲーマー的にはあるあるなのだ。良い悪いではなくて、ラーメンの何味が好きぐらいの好みの問題なので、なんとなくでも馴染まない場合は、他のキャラクターも触ってみるのをおすすめなのだ。最後は画面端のドライブインパクトからのコンボです。ドライブインパクト。意図しないところでやられると反応できないやつなのだ。スト6で勝ったかったら、まず最初に覚えたい項目なのだ。確かに、そうかもしれませんわね。ルークの端でのインパクトコンボは基本的には弱ナックルジャストを使いますわ。レシピはしゃがみ強 P の時と同じで、違いは、しゃがみ強 P を縦強 P にすればいいだけですわ。しゃがみ強 P で統一してはダメなのだ。一応しゃがみ強 P でもできるのですが、どうやら技ごとに浮きが違うらしくて、私は、立ち強 P の方が楽だと思って紹介してますわ。ただ、ドライブインパクトが空中ヒットした場合は、相手が高めに張り付くのでしゃがみ強 P 指導の場合もありますわ。ルークに限った話ではないですが、ドライブインパクトの高めヒット指導は、臨機応変さが求められますわね。このコンボ、優秀なのが、最後の旧ライジングアッパーを SA1 か SA2 にできることです。中3度ブラストまでは何も考えずに入れ込んで、コンボをしている間にゲージ状況や相手の HP を見て、適切なコンボを判断できるようになると色々楽になりますわね。それは初心者向けの話なのだ。まあ、慣れてきたらで、とりあえずこのコンボは覚えておいた方が楽ですわ。とりあえずですが、この辺りがルークの基礎中の基礎コンボになります。フラッシュナックル関連はタイミングや使う場所など、覚えるところが多いので、最初は大変ですが、相手がズッコンガッコン吹っ飛んでいる光景や、S エリアか掛け声などが病みつきになること間違いなしですわね。さらっと怖えこと言ってるのだ小春音亜美。最後まで見てくれてありがとうなのだ。ルークの対戦動画もアップロードしようと思っているので、よければまた見てくださいね。ランクマやバトルハブであったら対戦よろしくお願いするのだ。それほどでもないゲーマーチャンネル。